ルルルトゥルル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 ル皆さんこんにちは、杉田千尋です。今回は久しぶりに家での動画撮影をしています。私がいつも使っているトラフグの仕掛けの作り方とトラフグ釣りの時に組んでいるノットの結び方をご紹介する動画になります。最近関東や三重県の鳥羽でもトラフグ釣りが年々盛り上がりを見せてきていると思うんですけれども、メーカーさんからもいろんな仕掛けが毎年たくさん出ていまして、いざトラフグ釣りに行こうっていう時に釣り具店さんに行くと人気がゆえに欠品してたり、これ買いたかったのにないっていうことも結構多いんですよね。実際私も前回の YouTube でお出ししているトラフグ調光の2日前ぐらいに大手の釣り具屋さんに仕掛けとかね、最新のものを買いに行こうと思って行ったんですけど、まだシーズン開幕したばかりなのにいろんなメーカーさんの仕掛け、カットの仕掛けとか桑製の仕掛けとかがもうすでに欠品しているのが多くて、自分で作らざるを得ない状況だったんですよね。なので今回この動画を撮ろうっていう風に思ったんですけれども、もちろん初心者の方とかトラフグこれからやってみようかなって思ってる方、あとはもう時間があんまないよっていう方はもう出来上がっているメーカーさんの仕掛けを使うのが一番だとは思うんですけれども、売り切れてる、そして入荷未定も立ってないっていう状態になると作るしかないので、そういった時に私自身も最初何を買えばいいのか、何をどういう風に組んでトラフグがちゃんと釣れる仕掛けができるのかっていうような指標がなくて困りました。で、実際に釣り具屋さんの中を見て、この道具で作ったらいいんじゃないかなっていうのを組み合わせて作って調光に行って釣れた仕掛けっていうのがあるので、皆さんにご紹介できたらなと思っております。で、ノットに関してもですね、トラフグはもちろんのこと、フグ釣りはリーダーと P の結束が必要になってくる釣りにはなるんですが、やっぱり自分でノットが組めないと、船の上で何かトラブルが起こった時、お祭りをしたり高切れをしてしまったりとかした時に結構時間のロスになってしまったりするので、何か一つはリーダーと P の結束を覚えていった方がいいと思うんですが、今回私がご紹介するものはもう20秒で結べる簡単なノット合わせてご紹介していきたいと思います。今回作る仕掛けは大きく分けて2種類あります。まず1つ目がシーズン初期の2月から3月中旬ぐらいに使う小型から中型のトラフグを想定したワイヤー仕掛けです。この時期はサイズ自体はそこまで大きくないんですが、トラフグの刃がとても鋭く、ハリスのカット仕掛けだと切られてしまうことも多いため、歯切れ対策としてワイヤーを使った仕掛けを使用しています。ただし船宿さんによってはワイヤー仕掛けが禁止されている場合もありますので、事前に乗船する船宿さんへ確認することをお勧めします。そして2つ目が3月下旬以降、サイズの大きいトラフグが増えてきてからシーズン終盤まで使用する桑瀬仕掛けになります。桑瀬仕掛けはワイヤーのカットを使わず、できるだけ違和感を減らすことで食い込みを重視した仕掛けで、針のサイズも大型に対応できるものを使っています。今回はこの2種類の仕掛けについてそれぞれ材料と作り方を紹介していきます。動画冒頭でも言いましたが、各メーカーさんからも桑瀬仕掛けやワイヤー仕掛けはいろいろ販売されています。なので桑瀬仕掛けだけ自分で作って、ワイヤー仕掛けは市販のものを使う、逆にワイヤー仕掛けは自作して桑瀬仕掛けは市販のものを使うといったように、工夫したいところだけ絞って組み合わせてみるのも時間短縮になりますし、すごくいいと思います。それではまずワイヤー仕掛けを作るのに必要な材料を説明します。重りですが、ルミカの攻略カスタムシンカーを使っています。今回は30号を使用していますが、船宿さんによって指定の号数が異なるので、重りの号数は必ず事前に確認するようにしてください。ケミホタルは25のサイズを使用します。針は針吉の三徳針を使用しています。色は金と白金がありますが、どちらでも問題ないので手に入った方で大丈夫です。シーズン初期なので基本は40サイズ、状況に合わせて変更できるように30サイズも用意しています。重りと針の接続部分ですが、以前はスイベルとリングを別々に組み合わせて使っていましたが、今は一体型のものを使っています。ジャクソンのボールベアリングクロスロックスイベルを使用していて、重りと針の接続には2番サイズ、ワイヤーカットの接続には1番サイズを使っています。こちらは必須ではありませんが、お祭りした時に仕掛けに PE が絡みにくくなるように、ささめの浮きゴムパイプをカバーとして使っています。ワイヤーカットに使うカット針は藤原のフグカット針特大を使用しています。なるべく大きめのサイズがおすすめです。ワイヤーは太陽ベンダーズの太陽ワイロンを使用しています。太さはシャープ 38S です。このワイヤーをカットするときにはよく切れるハサミを使用するようにしてください。切れづらいハサミを使うと毛先がバラバラになってスリーブに通しづらくなってしまいます。スリーブは山下の LP ステンレスクリップの SS サイズを使用しています。スリーブを締め込む際には必ずハンドプレッサーが必要になります。ニッパーなどでは潰せませんので注意してください。私は太陽ベンダーズのハンドプレッ
サーを使っています。ワイヤーとカットの接続には洋釣りのハワイアンフック2号を使用しています。以前はサルカンで接続していましたが、何かの拍子に開いてしまったり強度面で不安があったため、今はこちらを使用しています。続いて食わせ仕掛けの材料です。基本的な構成はワイヤー仕掛けとほとんど同じなので、変わる部分だけご紹介します。針は同じく針吉の三徳針を使用しますが、サイズが変わります。メインで使うのは60サイズもしくは50サイズです。大型狙いになるので食い込みを重視して大きめの針を使用しています。今パッケージが60がなく剥き出しで失礼します。また段差をつけた仕掛けにしたい場合は下田漁具のトリプルローリングサルカンを使用しています。サイズは1番と3番を使って状況に応じて段差を作っています。材料は以上になります。それではワイヤー仕掛けを作っていきます。まず重りとスイベルを接続します。ワイヤー仕掛けの場合はワイヤーカットを取り付けるためのスペースを作る必要があるので、スイベルのこの部分から重りの下側のアイを通して接続します。これで重りとスイベルの接続は完了です。次に針を取り付けるためのスイベルを3つ取り付けます。取り付けられたら3つのスイベルそれぞれのスナップを外して針を通します。続いて浮きゴムパイプを約1センチほどにカットしたものを用意します。その浮きゴムパイプにハサミで切れ目を入れます。針先からその切れ目に浮きゴムパイプを通してスナップ部分まで押し上げます。このようにスナップ部分をカバーできていれば OK です。続きましてワイヤーカットを作っていきます。まずカット針にハワイアンフックをつけます。ワイヤーとカットをスリーブを使って接続します。次にワイヤーの長さを決めてカットします。私の基準にはなりますが、長さは20センチ前後にしています。長さを決めてカットしたら反対側をスイベルに接続します。スリーブでしっかり固定できたらこれでワイヤーカットの完成です。最後にこのワイヤーカットを先ほど作った重り側のスナップに接続します。ワイヤーカットを外したいときはスナップを外すだけで簡単に取り外しができるようになっています。こちらでワイヤー仕掛けの完成です。次に食わせ仕掛けを作っていきます。先ほどのワイヤー仕掛けとは異なり、スイベルの部分は使わず外してスナップ部分のみを使って重りを接続します。スイベルを接続したら針を取り付けるために3つスイベルをつけて針を通します。浮きゴムパイプを取り付けたらこちらで食わせ仕掛けの完成です。作り方自体は先ほどのワイヤー仕掛けとほとんど同じで、針のサイズを変えるだけなので簡単に作ることができます。また応用編として段差仕掛けを作る場合は3つのスイベルを取り付ける段階で長さの違うサルカンを2種類用意してこのように段差をつけて針を取り付けます。段差仕掛けと通常の食わせ仕掛け2種類作っておくとその日の状況に合わせて使い分けることができるのでおすすめです。続きまして私がいつもトラフグ釣りで使用しているノットの結び方のご紹介をしていきたいと思うんですけれども、リーダーを使う釣りが初めての方にとってノットを組むことってすごい難しく感じちゃうと思うんですけれども、覚えてしまえば本当に簡単です。トラフグ釣りみたいなワンチャンスの釣りで何が一番悲しいかって、やっと当たりを出せてかけられたのに途中でバレてしまう。そのバレた原因がノットが原因ですっぽ抜けてしまうことも全然あります。やっぱね、それは自分の準備不足で来てしまうバラシなので、できるだけそういったリスクは減らしたいですよね。私も苦い経験たくさんあります。そんな中で今回ご紹介する結び方はオルブライトノットというノットをベースに応用した結び方になりますので、早速やっていきたいと思います。それではノットを組んでいきます。 PE ラインはバリバス新製品のマックスパー PEX9 レンジマスター船を使用していて、リーダーは同じくバリバスのハードトップ船ハリスを使用しています。 PE とリーダーの太さについては一般的にトラフグ釣りで使用する太さであれば号数が多少前後しても同じ結び方で問題ないと思います。まずリーダーを先端から10センチぐらいのところで折り曲げて輪っかを作ります。次に PE ラインを少し長めに15センチぐらいのところで折り曲げておきます。左手でリーダーの輪っかを持ち、リーダーの輪っかの下から上に向かって折り曲げた PE を通します。そこからリーダーの方向に向かって PE を10回くるくると巻いていきます。10回巻いたら今度は折り返して PE の方向に向かってもう一度10回くるくると巻いていきます。
巻き終わったら最初に通した時とは反対にリーダーの輪っかの上から下へピーを通します。ここまで来たら結び目を少し濡らしてから隙間ができないように均等な力でゆっくり締め込んでいきます。隙間なくしっかり締まったのを確認したら本線以外のピーとリーダーをカットしてこれで完成です。巻く回数は目安なので多少前後しても問題ありませんが、行きと戻りの回数はなるべく同じにするようにしてください。締め込んだ後ノットがずれていなければ OK です。心配な方は一度強めに引っ張って確認してみてください。ということでトラフグの仕掛けの作り方とノットの結び方をご紹介したんですが、これからトラフグの仕掛け作ってみようかな、ノット組んでみようかなという方の少しでもご参考になれば幸いです。トラフグ釣りの仕掛けやノットはまだまだいろいろな種類のものがありますし、これからもどんどん進化していくと思いますので、今回私が紹介したものは一つの例としてご自身の釣りに合うスタイルのものを見つけていただけるのが一番だと思っています。何かわからないことがありましたらぜひコメント欄でお気軽に質問していただけますと嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。またねー。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますのでそちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。